ユダヤ人はどこで、ウザイル、エズラは神の子である、と言ったのか。聖クルアーンの中で、アッター、至高なるお方は次のように煽っています。ユダヤ人は言う。ウザイル・エズラはアッターの子であると。介護書30節。以前の解説でも述べた通り、エズラはイスラエルの子らの歴史において最も偉大な人物の一人でした。彼が失われた聖なる経典を再編し、信仰を回復させた功績があまりに大きかったため、ユダヤ人の一部は彼を神格化し、神に近い存在へと引き上げました。1、エズラ記第2、第4エズラ書における神格化。この事実は彼ら自身の書物にも記されており、長い間信じられてきました。エズラ記第2、ニエスドゥラス、あるいはかつて、預言者エズラの書と呼ばれていた書物の中には、エズラを神格化し、神の領域へと昇華させる記述が見られます。この書物は長きにわたり、ユダヤ教の聖なる書物の一つとして扱われ、現在の聖書に含まれる、エズラ記の付録のような形で存在していました。後に非正規の外典とされる前まで。そのため、キリスト教の主要な宗教文献も、この書物から多くの引用を行っています。2、アポテオシス、神格化という言葉。特にこの書物の第4エズラ書、ザ・ブック・オブ・フォー・エズラと呼ばれる部分では、エズラの神格化が顕著に現れています。セント・アンドルーズ大学の学術サイトによれば、この箇所において、エズラのアポテオシス、アポセオシス・オブ・エズラが行われたと記されています。アポセオシス、アポテオシス小括弧割りコロン人を神の位に引き上げること、あるいは神のような存在、ゴドライクにすることを意味します。3、今なお残る信仰。興味深いことに、経典の民の中には、今日でもこの、第4エズラ書を正則り、聖なる書物として信じているグループが存在します。例えば、エチオピア正教会の聖書には、現在でもこの、第4エズラ書が含まれています。結論、比較宗教学の重要性。正則であれ外典であれ、経典の民の書物を専門家が研究することは、アッターへの道、ダーワを切り開く大きな鍵となります。そこには、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが真実の預言者であるという多くの証拠が隠されており、経典の民や無神論者が抱える疑問や矛盾に対する答えが含まれています。古今東西の宗教や法の中に残された、預言、吉報を研究する分野は、非常に広大で専門的な調査を必要とする分野です。これには本格的な研究センターの設立などの努力が求められますが、残念ながら、この分野において必要な努力はまだ十分に注がれているとは言えません。バサーイル・洞察第3章、科学的奇跡、イージャーズ・イルミ。聖クルアーンに、科学的奇跡は存在するのでしょうか。どの時代においても、聖クルアーンの中には、その真実性を証明する新たな証拠が絶えず現れます。審判の日の直前でさえ、これまでの誰も提示し得なかった新しい論証を携えたものが現れることでしょう。イスラームの論証は、特定の民や時代に限定されるものではなく、また特定の分野にとどまることもありません。それはあらゆる分野において永遠に現れ続けるのです。したがって、聖クルアーンや預言者の原稿録、スンナーの中に、真実かつ実証された科学的奇跡が存在することを妨げるものは何もありません。では、目の前にある事象が、科学的奇跡であると、どうすれば判別できるのでしょうか。聖クルアーンを紐解けば、自然、天文、大地、山々、雨、大地の形成、風などに関する記述が含まれる句、アーヤが1000以上も見つかります。これらの言葉が、神話や迷信、偶像崇拝的な虚構に満ちた未開な環境で下されたことを考慮すれば、答えは見えてきます。もし、これらの記述が今日に至るまで一点の誤りもなく完璧であるならば、それは決定的にこの経典が神、アッラーからのものであることを証明しています。逆に、もしこれらの記述が当時の無知や迷信、虚偽に満ちた文化的背景に染まっているならば、それは人間が書いた時代遅れのものであることが明白になるはずです。彼らはクルアーンについて熟考しないのか。もしそれがアッラー以外の者の手によるものなら、その中に多くの矛盾、相違を見出したであろうに。婦人書82節。クルアーンを熟考すれば、それが神からのものか、あるいは人間によるものかがわかります。もし人間によるものなら、当時の誤った知識や偏見が混入し、多くの矛盾が生じているはずです。挑戦は至ってシンプルです。クルアーンを読み、現代の科学的知見と照らし合わせてみてください。そうすれば、それが神の英知によるものか、あるいは神話や妄想が支配していた1400年前の
預言者の時代の産物であるかがわかるはずです。自ら読み、観察し、判断してください。ムハンマドよ、言ってやるがいい。私はただ一つのことについて、あなた方を戒める。アッターのために、二人連れ、あるいは一人で立ち上がり、それから熟考せよ、と。サバー書46節。真理のために立ち上がり、この経典について深く考えてみてください。そうすれば、この書が神からのものか、あるいは1400年前の文化圏で人間が書いたものか、確信を得るでしょう。預言者の時代、あるいはそれ以前、さらにはわずか200年前であっても、当時書かれたあらゆる書物には、現代から見れば明白で致命的な科学的誤りが数えきれないほど含まれています。しかし、クルアーンに科学的奇跡が含まれているかどうかを見極めることは、それほどまでに容易なことなのです。科学的迷信の歴史、当時の文化と、その時代に蔓延していた科学的誤りの例、古代の偉大な知性たちが抱いていた概念を振り返ってみましょう。例えば、アリストテレスは、脳を、血液を冷やすための冷却装置、ラジエーターであり、心臓は、血液を温める加熱装置であると想像していました。彼は神経の存在も、感覚の中心が脳にあることも全く知らなかったのです。また、アリストテレスは、女性の歯の数は男性よりも少ないと信じていました。これが当時の最高知性が持つ、科学文化だったのです。もし、このような誤った情報がクルアーンの一節や神聖なハディースの中に含まれていたとしたら、どうなっていたでしょうか。さらに、彼は虫が成長すると蛇に変わるとも考えていました。これらは当時、中東から西欧にかけて16世紀まで科学界を支配していた、アリストテレス的文化の常識でした。医学の父と称されるヒポクラテスも例外ではありません。彼は、胎児は水、空気、土、火の影響によって形成されると考えていました。彼の説によれば、胎児はまず単なる肉の塊として現れ、それが子宮内で加熱されることで骨が生じるとされていました。つまり、加熱によって肉が乾燥し、骨へと変化するという極めて原始的な発想です。解剖学を学んだ者なら誰でも知っている通り、骨の微細な突起の一つ一つには精密な機能がありますが、彼はそれらが単なる加熱の度合いによって生じると信じていたのです。また、アリストテレスは、胎児の上半身が先に形成され、その後の段階で下半身ができると想像していました。もしそれが真実なら、頭と胸だけの胎児が流産されるケースがあるはずですが、そのようなことは起こりません。ヒポクラテスの弟子であり、当時の大医学者であったガレノスはどうでしょうか。彼は著書、精液について、オンセメンの中で、胎児の骨、静脈、動脈、神経などの硬い部分は男性の精液から作られ、柔らかい組織は女性の液体から作られると述べています。この説は当時の近東一帯に広まり、ユダヤ教のタルムードにも全く同じ内容が記されるほど影響を与えました。さらにガレノスは、妊娠中に月経が止まるのは、血液が子宮内に蓄えられ、胎児の栄養、餌になるためだと考えていました。もちろん、これは現代医学から見れば致命的な誤りです。ガレノスも死のヒポクラテスと同様に、男児は右側の精巣から、女児は左側の精巣から生まれると信じていました。この迷信は数世紀前まで世界中で信じられており、古代ギリシャ人は娘が生まれるのを避けるために左側の精巣を縛り、フランス人は男児だけを望んで左側の精巣を摘出することさえあったのです。ガレノスは、精液の形成について、血液が精巣に向かう途中で白く変色し始め、それによって精液が現れるという奇妙な想像をしていました。また、彼はアリストテレスと同様に、男児は子宮の右側に、女児は左側に宿ると信じていました。今日、これらが科学的な茶番であることは断言できます。もし、これらの迷信がたった一つでも聖クルアーンに含まれていたとしたら、どうなっていたでしょうか。これらは当時の文化そのものであり、当時の最高の知性たちが信じていた科学だったのです。アジアの文化と経典における神話、視点をアジアに移しても、状況は変わりません。ヒンドゥー教の聖典、ベーダの一つ、アタルバーベーダには、王子が大地を支え、それが動かないように保持していると記されています。また、リグ・ベーダによれば、太陽は7頭の馬によって引かれているとされ、日食は、ボーレーラーフが太陽を背後に隠すことによって起こると説明されています。1400年前、あるいはわずか300年前の書物であっても、それが人間によって書かれたものであれば、
当時の驚くべき科学的神話や誤りに満ちているのが常です。チャールズ・ダーウィンの誤算。わずか150年前に進化論を唱えたチャールズ・ダーウィンでさえ、現代の科学的基準で見れば滑稽な神話を信じていました。彼は、パンジネシス全生説という仮説を支持していました。これは、体の各部位から小さな粒子が放出され、それが生殖器に集まるという考えです。例えば、運動をして筋肉を鍛えると、筋肉から出た粒子が生殖器に伝わり、子供がその筋力を受け継ぐという理屈です。ダーウィンは、ゲノムや DNA という言葉も概念も全く知らなかったため、このような神話を想像するしかなかったのです。150年前の科学書でさえ誤りに満ちているのに、1400年以上前に下されたアッラーの経典はどうでしょうか。今日に至るまで、聖クルアーンには一切の矛盾も虚偽も入り込む隙がありません。これがもし人間の言葉であれば、到底不可能なことです。虚偽は、前からも後ろからもそれ、クルアーンに近づくことはできない。それは、懸命にして、称賛されるべきお方、アッラーからの啓示である。フッシラ章42節。自問してみてください。なぜ、1400年前のクルアーンには当時の科学的誤りが一つも含まれていないのでしょうか。なぜ、一度も間違いが見つからないのでしょうか。その答えはただ一つです。クルアーンはアッラーのお言葉であり、至高なるアッラーが間違われることは決してないからです。